やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。新年最初のイヤホンレビュー。新しい年は、新しいブランドの紹介から始めよう。今回紹介するのは、新ブランド、キーブームの立ち上げイヤホン2機種中の1台目。お手頃な価格帯の、キーブームアユアーだ。キーブームを検索すると、ブランドの公式ページに飛ぶんだけど、このブランド、先にメカニカルキーボードの紹介から出てくる。なんとも不思議な組み合わせだけど、別にキーボードとオーディオだけではなく、こういった趣味の商品全般を扱うブランドとして、いろんな詳しい人が在籍して、技術共有したりしちゃうよ、という趣旨のブランドみたい。そんなキーブームが初めてリリースしたのは、今回紹介する、$99のベリリウムメッキドライバーを採用した、キーブームアユアー。そして、上位モデルのハイブリッドモデル、イボークだ。イボークの紹介は次回に回すとして、今回は、$99のお手頃価格、アユアーを詳しく見ていこう。$99としては、非常に高級感がある、スタビウッド仕立てのフェイスプレート、そして、そこに金属ハウジングを組み合わせている。近い価格帯だと、もう少し安くなるけど、同じく金属シェルのベリリウムメッキイヤホン、NIHCECK ユースや、同じ 10mm サイズのベリリウムメッキ振動板を採用した、キウイヤーズのカデンザなんかがライバルとして挙げられるな。ベリリウムメッキ振動板を持つイヤホンは、高音の金属音の響き、そして他の種類のドライバでは体験できない、低音の沈み込み、倍音感とでも言うべきパワフルさが特徴だ。このアユアーにもそれらの特徴は含まれていて、元気なドンシャリ感のあるイヤホンに仕上がっているぞ。また、価格帯は変わるけど、樹脂振動板にベリリウムメッキを施した、アユアーのようなイヤホンを聞くと、必ず比較対象に上がるのが、ピュアベリリウムと呼ばれる、金属板だけで仕上げたドライバのもの。ベリリウム振動板を採用したイヤホンで、当チャンネルがレビューした経験があるのは、ナイス HCK ロフティだな。強調されるポイントが盛り上がる、アユアーのようなベリリウムメッキドライバのイヤホンに対し、ベリリウム振動板を採用したドライバは、より自然な印象がある。派手で楽しいのはベリリウムメッキモデルで、ここは結構切り分けて考えるべき存在だと思うな。ただ、高音のキレとか、低音の沈み込みなんかは、ベリリウム振動板のものでも感じられるので、やっぱり近しい存在ではあると思う。今回は、同じベリリウムメッキ振動板で、価格が近い、ナイス HCK ユースと、キーウィヤーズカデンザの2台と比較しながら話していこう。まず、パッケージがでかい、厚くでかいパッケージなんだけど、その中にはほぼ同じサイズのポーチが収まっている。今までやってきたイヤホンの中で、最もでかいケースが付いていたのは、サルノーツゼロという台形振動板を採用した低価格平面駆動イヤホンだったんだけど、キーブームの付属ケースはそれよりさらにでかい。で、蓋を開けると、これ、別に開封したものを再録したとかではなくて、本当に剥き出しのままイヤホンが収まっている。おそらく、ケース内でしっかり収められてたんだろうけど、追加の干渉剤がないので内部で暴れてたみたい。僕の手元に届いた個体は、おそらくテストモデルで、パッケージなどにも修正の痕跡があったので、製品版では輸送中の保護はきっと改善されると思うな。幸いにも、アユアーは目視できるような傷もなく、問題ない状態だったので続行するぞ。本体とイメージを合わせた、好印象なケーブルと、イヤピのみのシンプルな付属品。あとでかいポーチ。本体はしっかりした金属加工で、手触りが良いよう、なし地加工が施されている。重量や質感から見る感じ、おそらくアルミ合金製。ちょっとハウジングは厚めだけど、重いというほど重くはない。それくらいのバランスだ。フェイスプレートにはスタビウッドが採用されていて、味わいのある仕上がりだ。シルバーの金属とこのフェイスプレートの組み合わせは結構意外だけど、うまく噛み合ってるな。さらに、ケーブルはモスグリーンとブラックのツートンで、こういったところまで含めてのデザインとなっている。スプリッタやプラグ基部の装飾も六角形の特徴的なものだ。注意したいのが、コードマネージャーが緩めな点。首の後ろでまとめるために使うなら、ケーブルの網目に引っかかるので固定できるけど、フリーな状態だと結構普通にスルッと動いちゃったりするので注意が必要だな。それ以外の部分は、柔らかすぎず、硬すぎない、布巻きタイプのケーブルだ。$100クラスとしては、すごくしっかりとデザインにこだわった一本で、より上位のモデルと言われても違和感がないぞ。イヤホン内部の気圧を正しく保つためのベントは、イヤホンの上側に一つ。それほど大きな音漏れはなく、また遮音性も特筆するほど高いほどでもない。ある程度外部の音も聞こえる、ちょうど良い塩梅だ。
耳に当たる部分は曲線でシェイプされていて、装着感は良好。僕はイヤホンを深く差し込むことが好きなんだけど、この IUR は、深く差し込んでも装着感に問題が出なかった。デザイン的にも、品質的にも、良好なイヤホンだと感じたな。と、外装に関してはこんな感じ。中身については、さっきも言った通り、ベリリウムメッキの1ダイナミックドライバ機だ。IUR はドライバのサイズを公開してないんだけど、サイズ感的に、おそらく8から 12mm 程度のサイズだと思われる。実際使った感じ、10mm っぽさそう。振動板は、大まかに言っちゃうとベリリウムメッキ振動板なんだけど、IUR の詳細には、DLC をベースに、その上にベリリウムをメッキしたものが採用されている、とある。確かに、ベリリウムメッキ振動板を採用したものの中でも硬質なのでそれっぽい仕上がりになってるぞ。これただベリリウムメッキって言えないものなのでは？通常、ベリリウムメッキドライバというと、プラスチック的な樹脂ドライバにベリリウムをメッキしたもののことを言うんだけど、カーボンナノチューブ振動板にベリリウムをメッキしたもの、というと、C オーディオのエリクサーなんかが思い浮かぶな。あちらの方が高音域から高中音域の書き分けがくっきりしているので、価格差を感じる部分もあるんだけど、こちらも感触、硬質、それでいて低音が沈み込む、というバランスになっているぞ。あっちは DLC じゃなくて、同じ炭素系素材でもカーボンナノチューブだったけどな。そんなわけで色々ごちゃごちゃ言ったけど、外装の品質は良く、実はドライバの方も、かなり期待できる代物だったことがわかる。それじゃ、どんな音なのか、じっくり見ていこうか。キーブーム IUR は、感触傾向が強く、非常にソリッドな音色を出すイヤホンだ。低音域もベリリウムメッキモデルらしくしっかりとあり、常に反応が良く、今まで聞いたイヤホンの中でもかなり個性のある音だ。樹脂製の振動板にベリリウムをメッキしたイヤホンと比べて、高音域の分離感が特別強く、それらのイヤホンとも、また違う音色を生み出すぞ。とはいえ、ベリリウムメッキ振動板を持つイヤホンなので、それらの他のイヤホンと共通して、金属音の響きの綺麗さ、そして低音域の重さ、深さ、振動の力強さはどのモデルも共通だ。この音色、どっちかというと、他の樹脂振動板を採用したモデルよりも、CNT にベリリウムをメッキした、C オーディオのエリクサーに近い印象を受けるんだよな。エリクサーは、CNT の複層フィルムに、ベリリウムをメッキしたもの。IUR は、DLC のポリマー振動板に、ベリリウムをメッキしたもの。両方とも金属製、両方ともスタビウッド、デザインも似てる。並べてみると、気づいちゃいけないものに気づいた気がする。寸法、形状は完全に同じ。スタビウッドの厚みは違うので、ここは価格差で加工が違いそうだけど、それ以外の本体外装が完璧に一致してる。ベントの位置、LR のフォント、ブランドロゴの配置とサイズまで完璧に一緒だ。おそらく、同じ OEM 元から出てきた商品なのかな。中国のイヤホンブランドは、自社外の工場に生産を依頼する。工場なし、つまりファブレスと呼ばれる組織構造を持ってるブランドが多いんだけど、これらのイヤホン、めちゃくちゃ似てるんだ。IUR の音色は、硬質で分離感がすごく良く、そして低音域がしっかり出る仕様。C オーディオエリクサーも、同様に、分離感が2022年のイヤホンで一番良く、自分の人生で実施に含まれるイヤホンだ。今回の IUR は、それよりも大幅に安く、そして、近い印象を受けるイヤホンなんだよ。ただ、完全に同じ、というわけではなく、IUR に採用されている、ベリリウムメッキ振動板の素地である、DLC ポリマーと、エリクサーに採用されている、CNT 積層ベースのベリリウムメッキ振動板の差がある。単純に音色として聞いた時には、両者未知のバランスのイヤホンなんだけど、空間表現では、エリクサーはより広く、聞いたことのない音色だ。IUR はエリクサーと同じ、圧倒的キレの良さを持ちつつ、高音域は刺さらない。ただ、より自然な感じに落ち着いていて、両者を聞いた時には、似てる部分と異なる部分が極端に分かれる印象を受けるだろう。どちらが良いかは好みに任せるところだな。IUR の音色を単体で見てみよう。全体のイメージは、硬質、かつ低音の量感が力強い、感触系で特に際立った音色。より使い込むことで、さらに自然になっていくと思われる。金属シェルのおかげで、響きまで硬質で、耳とイヤホンの間にあった膜が一枚抜けたような、改造感が素晴らしいイヤホンだ。高音の金属音、低音の重量感は、他のベリリウムメッキ振動板イヤホンに近いところがあるんだけど、加えて、より明晰な中高音域、中音域、中低音域が IUR の特徴だ。空間はソリッドな印象のおかげで、抜けが良く、
近い場所で鳴っていて、窓を開けた広い空間で鳴らしているような印象。残響の足が速く、あまりたっぷりと聞かせるタイプのイヤホンではなく、ハキハキと音を鳴らすタイプだな。低音域の力強さも素晴らしく、それでいて引き締まりもある。よりビビッドな印象の音色が聞きたいのなら、同価格帯の樹脂にメッキを施したベリリウムメッキ振動板イヤホンよりも、この IUR に軍配が上がるぞ。逆に、中音域により厚みのある音色が欲しい場合、樹脂振動板ベースの方が、ボーカルの温かみなんかは得意な印象だな。同じシェルを持つ、エリクサーとは似て異なるもの。エリクサーの突き抜けた分離感や硬質さに対し、DLC ベースと CNT ベースのベリリウムメッキドライバーの特性の差で、IUR はより空間などの表現が自然だ。エリクサーに近いんだけど、エリクサーに期待して IUR を買うと、期待していたポイントの性格が違うし、逆もまたしかり、という感じだな。そうそう、昔、DLC ベリリウムをこの値段で積んでるわけがないよな、と考えつつも、なんだかんだ楽しんでた、ラキットイヤーというブランドがあるんだけど、そこも、この IUR と同じ、CNT ベースのベリリウムメッキ振動板を採用していると主張してた。今聞いてみると、高音域側の明瞭さや、低音の沈み込みなんかは、IUR に近い癖がある。けれど、同じ素材でも、精度などが異なるのか、あちらよりも IUR の方が、明らかに分離感や解像感が高い。そこの差の印象は大きいので、IUR の方をおすすめするな。というわけで、直近でいくつかベリリウムメッキダイナミックドライバ機を取り扱ったわけだけど、IUR はそれらとは異なる、より高質で分離感の高い、パキッとフォーカスのあったような音色を提供する。この価格帯で他に見かけない仕上がりの一台で、ぜひ試してみてほしい一台だ。おすすめだぞ。といったところで今回はここまで、エリクサーと聞き比べがはかどる、